キャンドルの基礎知識、よく使うワックスについて。こんにちは。今日はよく使うワックスについて解説していきます。たくさんの種類のワックスを使えば、本当に様々なデザインのキャンドルを作ることができます。でも、始めてすぐに多くのワックスを使って学ぼうとすると、とても混乱します。なので、今回は厳選した使いやすいワックスを分かりやすく解説していきます。パラフィンワックスとマイクロワックスについては別の2本の動画で詳しく解説しています。よく使うワックス、ステアリン酸について。石油由来のワックスが多い中、ステアリン酸は牛脂の飽和脂肪酸から作られるワックスです。主にパラフィンワックスに 5% から 10% 添加して使われることが多いです。海外ではとてもポピュラーなワックスで、添加することにより気泡の除去の効果やひび割れを防ぐ、さらに燃焼効果をアップさせるなど、添加することによりパラフィンワックスを安定的にサポートする役割があります。また、このような効果もあります。パラフィンワックスに 5% から 20% 添加すると硬度が増し、型抜けがしやすくなります。また、パラフィンワックスにステアリン酸を加えると気泡除去の効果のほか、ワックスを不透明にする特性があるので色付けを助けます。ワックスの形状はパウダー状で、融点は57度、引火点は225度です。パラフィンワックスの融点と近いため、混ぜる時の相性もいいワックスです。よく使うワックス、ゼリーワックスについて。白いワックスが多い中、唯一透明でプルプルとしたジェル状の質感のゼリーワックス。涼しげな見た目でスイーツキャンドルやグラスキャンドルなどにぴったりです。ゼリーの硬さには種類があり、ソフトタイプやハードタイプ、自立するスーパーハードなど様々あります。色付けや香り付けには透明感を損なわないようにする工夫が必要です。ゼリーワックスの特徴として、融点が高いので湯煎では溶けにくい、染料での色付けがおすすめ。通常のワックスに比べて炎が小さくなる、他のワックスと混ざると濁る。濁る特徴を利用してプリンやババロアのような質感を作ることもできます。ワックスの形状はゼリー状で、融点は85度、引火点は250度です。また、融点が高く引火しやすいため温度管理の注意が必要です。よく使うワックス、蜜蝋について。蜜蝋はミツバチから取れる独特の甘い香りのする植物性ワックスです。漂白タイプは白い粒状ですが、漂白していないものは黄色い色をしています。粒状のものもあればシート状のものもあります。人肌で柔らかくなるくらいの融点が低く、粘り気があるワックスです。石油系のパラフィンワックスなどに比べて、すすの量が少ないのも特徴の一つです。ミツバチから採取された際、お花の種類や季節によっても香りや色が若干違います。漂白タイプといっても真っ白というわけではなく、少しクリーム色をしています。蜜蝋の特徴として、ミツバチの巣より採取、すすが出にくい、人肌で柔らかくなるため加工しやすい、甘い蜜蝋独特の香りがする。また、ホイップして使うとクリーム状になり、絞り袋で絞ることができます。ワックスの形状は 2,3 ミリの粒状で、融点は50度から63度、引火点は230度から250度。植物性のワックスが引火することはほぼありませんが、140度を超えると酸化することがあるので十分注意が必要です。よく使うワックス、ソイワックスについて。大豆からできているソイワックスは植物性ワックスの中でも最もポピュラーなワックスです。海外ではパラフィンワックスよりも人気があると言われています。植物性でできたワックスですすが出にくく、ほとんど収縮をしないので、グラスキャンドルなどによく使われます。ソフトタイプからピラータイプまで様々な種類のソイワックスがあります。ワックスは白いフレーク状ですが、溶かすと黄色い液体になります。
ワックスの特徴はほとんど収縮しない、急激に冷やすと劣化する、香料や顔料の入れすぎに注意。粘り気が強くグラスへの密着度が高いのでグラスキャンドルに向いています。ワックスの形状は白いパラパラとしたフレーク状です。融点は47度から50度、引火点は220度です。大豆ワックスには様々な種類があり、柔らかさやフレグランスの許容量などメーカーによって違います。よく使うワックス、バイバーワックスについて。アメリカで開発されたバイバーワックスはパラフィンワックスに 1% から 3% 程度添加すると、香料のダマを防いだり、気泡を除去したり、ひび割れを軽減したりと効果を発揮します。ステアリン酸とよく似た効果ですが、添加する量が 1% と少なく、コストパフォーマンスもとても良いのが特徴です。バイバーワックスの特徴は、表面のひび割れを軽減する、強度が増す、香料を入れた時のダマを軽減する、気泡を除去する、そしてホイップで使用するときめ細かい真っ白なホイップができる。ワックスの形状は、表面に艶のある2ミリ程度の粒状で、融点は60度、引火点は240度です。パラフィンに対して少量の添加で効果を発揮する便利なワックスです。よく使うワックス、大切なポイント。たくさんのワックスがなくても、ここにある7種類があれば、キャンドルは作れます。初めてキャンドル作りに挑戦するときに、たくさんの種類のワックスがあって驚くと思います。しかも見た目がどれも白くてつぶつぶしています。溶かすと液体になってしまい、もっとわからなくなってしまいます。キャンドル作りって難しいのかな、そんな風に思ってしまうかもしれません。なので、初めからたくさんの種類を使わずに、最小限のワックスで作り始めてみましょう。私の場合、たくさんのワックスから自分が使いやすいワックスを選んでいますが、この7種類があればほとんどのものが作れてしまいます。ワックスの知識ももちろん大切ですが、技術を学ぶためにもあまり混乱しないように、ワックスはシンプルに使いやすいものに絞った方がデザインや技法に集中できると思います。